こんにちは。私はナナと言います。私は日本で働いている外国人です。今日は田舎と都会での生活についてお話ししたいと思います。私には2人の友達がいます。1人はサリム、もう1人はスニータです。サリムは福井の田舎でカニ工場で働いています。スニータは名古屋の空港で働いています。2人とも日本で働いていますが、生活の環境がとても違います。まず、サリムの生活について話します。サリムが住んでいる場所は、自然がたくさんあります。空気がきれいで、夜はとても静かです。仕事が終わった後、よく川の近くを散歩したり、星を見たりします。近くにスーパーはありますが、種類が少ないので、欲しいものがないときは、車で遠くまで買い物に行かなければなりません。サリムの職場はカニ工場です。冬はとても忙しくなりますが、給料はそこそこいいそうです。工場の仕事は大変ですが、同じ国の友達もいるので、楽しく働いているようです。休みの日には友達と一緒にバーベキューをしたり、釣りをしたりします。田舎は娯楽が少ないですが、その分自然を楽しむことができます。一方、スニータの生活はとても違います。名古屋は大きな都市で、電車やバスがたくさんあります。買い物をするときも便利です。スニータは仕事が終わった後、カフェでお茶を飲んだり、ショッピングをしたりします。週末には友達と一緒に映画を見たり、おいしいレストランに行ったりしています。スニータの仕事は名古屋の空港での接客です。お客様と話す機会が多いので、日本語をもっと勉強しなければなりません。でも、いろいろな人と話すことができるので、楽しいと言っています。都会の仕事は忙しいですが、休みの日にはいろいろな場所に行けるので、ストレスを発散できます。田舎と都会の違いは、生活の便利さだけではありません。サリムの周りの人たちはとても親切で、助け合うことが多いです。近所の人と挨拶をしたり、野菜をもらったりすることもあります。都会では、近所の人とあまり話すことがありません。スニータも都会の人は忙しくて冷たい感じがすると言っていました。でも、都会にはいろいろな国の人が住んでいるので、外国人にとっては住みやすいかもしれません。では、どちらが幸せでしょうか？これは人によります。サリムは、田舎の静かな生活が好きだと言っています。一方、スニータは都会の便利な生活が好きだと言っています。結局、自分のライフスタイルに合った場所に住むのが一番いいですね。私は田舎にも都会にもそれぞれの魅力があると思います。もし日本で働くことを考えているなら、
自分に合った場所を選ぶのが大切です。皆さんはどちらの生活が好きですか？こんにちは。私はナナと言います。私は日本で働いている外国人です。今日は田舎と都会での生活についてお話ししたいと思います。私には2人の友達がいます。1人はサリム、もう1人はスニータです。サリムは福井の田舎でカニ工場で働いています。スニータは名古屋の空港で働いています。2人とも日本で働いていますが、生活の環境がとても違います。まず、サリムの生活について話します。サリムが住んでいる場所は自然がたくさんあります。空気がきれいで、夜はとても静かです。仕事が終わった後、よく川の近くを散歩したり、星を見たりします。近くにスーパーはありますが、種類が少ないので、欲しいものがないときは、車で遠くまで買い物に行かなければなりません。サリムの職場はカニ工場です。冬はとても忙しくなりますが、給料はそこそこいいそうです。工場の仕事は大変ですが、同じ国の友達もいるので、楽しく働いているようです。休みの日には、友達と一緒にバーベキューをしたり、釣りをしたりします。田舎は娯楽が少ないですが、その分、自然を楽しむことができます。一方、スニータの生活はとても違います。名古屋は大きな都市で、電車やバスがたくさんあります。買い物をするときも便利です。スニータは仕事が終わった後、カフェでお茶を飲んだり、ショッピングをしたりします。週末には友達と一緒に映画を見たり、美味しいレストランに行ったりしています。スニータの仕事は名古屋の空港での接客です。お客様と話す機会が多いので、日本語をもっと勉強しなければなりません。でも、いろいろな人と話すことができるので、楽しいと言っています。都会の仕事は忙しいですが、休みの日にはいろいろな場所に行けるので、ストレスを発散できます。田舎と都会の違いは、生活の便利さだけではありません。サリムの周りの人たちはとても親切で、助け合うことが多いです。近所の人と挨拶をしたり、野菜をもらったりすることもあります。都会では、近所の人とあまり話すことがありません。スニータも都会の人は忙しくて冷たい感じがすると言っていました。でも、都会にはいろいろな国の人が住んでいるので、外国人にとっては住みやすいかもしれません。では、どちらが幸せでしょうか？これは人によります。サリムは田舎の静かな生活が好きだと言っています。一方、スニータは都会の便利な生活が好きだと言っています。結局、自分のライフスタイルに合った場所に住むのが一番いいですね。私は田舎にも都会にもそれぞれの魅力があると思います。もし日本で働くことを考えているなら、自分に合った場所を選ぶのが大切です。皆さんはどちらの生活が好きですか？こんにちは。私はナナと言います。私は日本で働いている外国人です。今日は田舎と都会での生活についてお話ししたいと思います。私には2人の友達がいます。1人はサリム、もう1人はスニータです。サリムは福井の田舎でカニ工場で働いています。スニータは名古屋の空港で働いています。
二人とも日本で働いていますが、生活の環境がとても違います。まず、サリムの生活について話します。サリムが住んでいる場所は自然がたくさんあります。空気がきれいで、夜はとても静かです。仕事が終わった後、よく川の近くを散歩したり、星を見たりします。近くにスーパーはありますが、種類が少ないので、欲しいものがないときは、車で遠くまで買い物に行かなければなりません。サリムの職場はカニ工場です。冬はとても忙しくなりますが、給料はそこそこいいそうです。工場の仕事は大変ですが、同じ国の友達もいるので、楽しく働いているようです。休みの日には、友達と一緒にバーベキューをしたり、釣りをしたりします。田舎は娯楽が少ないですが、その分、自然を楽しむことができます。一方、スニータの生活はとても違います。名古屋は大きな都市で、電車やバスがたくさんあります。買い物をするときも便利です。スニータは仕事が終わった後、カフェでお茶を飲んだり、ショッピングをしたりします。週末には友達と一緒に映画を見たり、おいしいレストランに行ったりしています。スニータの仕事は名古屋の空港での接客です。お客様と話す機会が多いので、日本語をもっと勉強しなければなりません。でも、いろいろな人と話すことができるので、楽しいと言っています。都会の仕事は忙しいですが、休みの日にはいろいろな場所に行けるので、ストレスを発散できます。田舎と都会の違いは、生活の便利さだけではありません。サリムの周りの人たちはとても親切で、助け合うことが多いです。近所の人と挨拶をしたり、野菜をもらったりすることもあります。都会では、近所の人とあまり話すことがありません。スニータも都会の人は忙しくて冷たい感じがすると言っていました。でも、都会にはいろいろな国の人が住んでいるので、外国人にとっては住みやすいかもしれません。では、どちらが幸せでしょうか？これは人によります。サリムは田舎の静かな生活が好きだと言っています。一方、スニータは都会の便利な生活が好きだと言っています。結局、自分のライフスタイルに合った場所に住むのが一番いいですね。私は田舎にも都会にもそれぞれの魅力があると思います。もし日本で働くことを考えているなら、自分に合った場所を選ぶのが大切です。皆さんはどちらの生活が好きですか？